主よ、我を受け入れたまえ。お前の名は語り継がれるだろう。死ぬられた女王としてな。いらっしゃいませ。ご注文はどうされますか？マスターのお任せでいいわ。ではこちらをどうぞ。うわ、まるで血ね。なんていう名前のカクテルなの？ブラッディ・マリー。とある女王にちなんで付けられた名前です。へえ。よろしければ彼女の話をお聞かせしましょうか。暇つぶしに聞いてあげるわ。でも怖い話は NG だからね。今から約500年前、イングランドにとても愛らしい王女が誕生しました。彼女の名は若きイングランドの国王ヘンリー8世には大きな悩みがありました。王妃キャサリン・オブ・アラゴンは子宝に恵まれにくい体で流産や死産が続いていたのです。5度目の妊娠でようやく元気な子供が生まれましたが、国王が切望していた男児ではありませんでした。それでも国王は大いに喜びました。世継ぎが得られたことに安堵したのでしょう。この時誕生したのが王女のメアリーです。さて、ここで少し国王夫妻の馴れ初めに触れておきましょうか。話は15年前に遡ります。キャサリン王妃はスペインの王女。14歳で国を離れ、政略結婚のためにイングランドへと継いできました。そしてその相手は次男のヘンリーではなく、王太子である長男のアーサーでした。ところが、結婚して間もなくアーサーは病に倒れ、命を落とします。未亡人となったキャサリンはスペインに返されるはずでした。しかし戦争真っ最中のスペインにとってイングランドとの同盟強化はとても重要。一方、イングランドの王であるヘンリー7世もせっかく得た巨額の持参金を返したくなかった。そこで持ち上がったのが兄の死によって王太子となったヘンリーとの縁談です。ですが、カトリックは兄弟の妻との結婚を禁じています。ローマの教皇庁もこの縁談には難色を示していました。そこで動いたのがキャサリンの母、スペイン女王のイサベル一世です。彼女はこう主張しました。キャサリンとアーサーの間に肉体関係はなかった。故に結婚は宗教的に未完成だったのだと。ローマ教皇のユリウス2世はこの言い分を受け入れ、結婚を許可しました。そしてヘンリー7世が亡くなり、国王となったヘンリー8世はすぐにキャサリンと挙式したのです。キャサリン王妃は聡明で誠実な女性でした。政策面でも国王を支え、二人は円満な夫婦生活を送っていたようです。さて、そろそろメアリーの話に戻りましょう。メアリー、大事な話があります。女同士の秘密の話よ。お父様には内緒。私はもう子供を産むことができないの。どういうことかわかるかしら。将来、あなたがイングランドの女王になるということよ。でもね、一つ心配なことがあるの。お父様は本当は男の子を欲しがっている。あの人は強引なところがあるから、
私たち親子にとって良くないことが起こるかもしれない。誰が何と言おうが、あなたは正当な王位継承者よ。それを忘れないで。お母様の予感は的中した。ヨーロッパの情勢が混沌とする中、女の王では心もとないというのがお父様の本音だった。そしてどうしても男の跡取りが欲しいお父様はお母様に別れを切り出したの。でもカトリックは離婚が許されない。そこでお父様はお母様との結婚を許可したローマ教皇の判断が間違いだったと言い始めた。へりくつもいいところ。当然教皇庁が納得するはずはない。それでもお父様は諦めなかった。彼女はお母様の次女の一人、アン・ブーリン。お父様の愛称でもあったわ。そんな彼女が徐々に本性を現してきたの。陛下、私を王妃にしてください。妻にしていただけないのなら、私は二度とここには参りません。イングランドの未来のために、私が立派な王子を産みましょう。お父様は彼女の要求に応じた。でも、お母様との結婚が有効な限り、アン・ブーリンは妻になれない。そこでお父様はついに教皇庁と決別。イングランド国教会を設立して自らが主張となった。それから間もなくお母様との結婚は無効であることが宣言され、アン・ブーリンは王妃になった。当然この強引なやり方に反対する人もいたわ。でも彼らは次々に処刑されていった。そして私は王女の身分を剥奪された。お母様に散々目をかけてもらったのに。恩知らずのアン・ブーリン、私はあなたを許しません。王妃の身分を奪われたお母様は宮廷を追い出され、アーサー王子の未亡人として扱われた。離れ離れにされた私たち親子は面会も文通も許されなかった。やがてアン・ブーリンは王の子を産んだ。女の子だった。メアリー、王女エリザベスに忠誠を誓いなさい。断ります。私はあなたを王妃と認めていません。だから、エリザベスも王女なんかじゃない。でも、私には何の力もない。結局、私は無理やりエリザベスの次女にされた。後で聞いた話だけど、アン・ブーリンは邪魔な私を何度も殺そうとしていたそうよ。そして、お父様は私に会いに来なくなった。それからしばらくして、軟禁状態だったお母様が病気で亡くなった。お母様が私に残してくれたのは、たったのこれだけ。身分を剥奪されたお母様にとっては、これで精一杯だったのね。私は葬儀への出席を許されなかった。さらにお父様は、目立った式典を禁じた。でも、多くの人がそれを無視した。みんなで棺を担ぎ、40キロ離れた修道院までお母様を送り届けたの。まるで王妃の死を悲しむように。そして同じ日に、アン・ブーリンは待望の男児を死産した。その後も男児が生まれることはなく、王の愛情は次第に薄れていった。やがてアン・ブーリンは、兄弟を含む5人との貫通、
魔術使用などの罪で死刑判決を受けた。どこまでが真実かはわからない。野心家のアンブーリンには敵も多かったし、お父様はすでに心移りしていたから、彼女の存在が邪魔だったのかもしれない。そして、エリザベスは王女ではなくなった。アンブーリンが処刑された翌日にお父様は婚約。2週間後に結婚した。相手はアンブーリンの次女だったジェーン・シーモア。慎みのある物静かな人だった。お母様の次女も務めていた彼女は、私の境遇に同情していたわ。そして、私と和解するようお父様に訴えたの。いくつか気に入らない条件はあったけど、私はお父様と和解した。その翌年、ジェーン・シーモアはついに男の子を産んだ。エドワード王子よ。お父様の念願は叶い、ロンドン中が歓喜に沸いた。でも、難産を乗り越えた彼女の体力は回復することなく、すぐに亡くなったの。我が子の成長を見届けることができず、彼女はどれほど無念だったことでしょう。それ以来エドワードの誕生日には決まって彼女の幽霊が現れるそうです。ちょっとやめてくれるマスター。でも無事に王子が生まれて国は安泰ね。いいえ、残念ながらそうはいきませんでした。続きをお話ししましょう。ジェーン・シーモアの死後、ヘンリー8世は2人の妻をめとります。しかしいずれもうまくいきませんでした。5人目の妻に関しては、アンブーリンと同じく不貞の罪で処刑されました。そして間を置かず、ヘンリー8世は6度目の結婚を果たします。キャサリン・パーは知性あふれるプロテスタントで、ヘンリー8世は彼女をとても気に入りました。彼女はヘンリーに掛け合い、すぐにメアリーとエリザベスを王女の身分に戻します。王位継承権も復活しました。エドワードとエリザベスはキャサリン・パーのもとに預けられ、プロテスタントとして大切に育てられます。それから4年後、ヘンリー8世が世を去り、9歳のエドワードが王位を継承。エドワード6世として即位しました。イングランドは代々カトリックが治めてきました。ですがエドワード6世は熱心なプロテスタント。この変化がやがて王国を引き裂くことになるのです。エドワードはイングランドのプロテスタント化を国家政策に掲げた。カトリックの象徴は破壊され、教会の財産は没収された。貴族たちは次々に改宗していったわ。そしてエドワードは私にまで信仰を捨てるよう促してきた。辛い時期に私を支えてくれたのはカトリックの教え。お母様から受け継いだ信仰を捨てるなんて絶対にありえない。プロテスタントこそが民衆を地獄に導く偽りの教えなのよ。でもまだ幼いエドワードが自分の意志でここまでのことをするはずがない。分かっているのよ、ジョン・ダドリー。摂政の立場を利用してエドワードを操っているのは明白。本当に忌々しい男。やがて私は宮廷に顔を出さなくなった。でよく追い払われたってわけ。エドワードはまだ若い。その知性は長く続くでしょう。私に順番が回ってくることはない。
陛下。陛下。メアリー様、国王が重い病にかかり、もはや手の施しようがないそうです。果たしていつまでもつか。私はこれまでずっと虐げられてきた。それもここまで。お母様、私は間もなく女王になります。メアリー様、大変です。何事ですか、想像しい。たった今、宮廷から発表がございました。国王陛下はすでに崩御されていたそうです。4日も前に。さらに、亡きエドワード6世の遺言に従い、後継者にはジェーン・グレイが指名されました。なんですって。父の遺言では後継者は私を。枢密院に抗議しに行きます。なりません。早急にロンドンを離れるのです。事前に知らせがなかったのはメアリー様に不意打ちをかけるためです。ジョン・ダドリーはすぐにあなたを捕らえに来るでしょう。メアリー様、ここにいるのはあなたの支持者ばかりです。安心してお過ごしください。なぜなの。あの子は父の妹の孫よ。エリザベスならまだしも、なぜジェーンなの。すべてはあの男の策略でしょう。ジェーン・グレイは敬虔なプロテスタント、そして従順なお方です。さらに彼女の夫はジョン・ダドリーの息子。女王の義父ともなれば誰も歯向かうことができません。幼き女王を操り、イングランドを我が物にする気でしょう。ですがメアリー様には大勢の支持者がついております。彼らは真の女王が誰なのかを知っています。その手紙を枢密院へ届けなさい。私が正当な継承者であることを教えてあげるわ。メアリー様、枢密院はメアリー様の申し立てを却下しました。このままスペインへ亡命するという手もあります。ですがプロテスタント化は地方にまで浸透していません。民衆の大部分は今でもメアリー様の味方です。決めるのはあなたです、女王陛下。私を信じる者を集め、軍を編成しなさい。ロンドンを攻めます。メアリー様、ご覧ください。最初は数百だった軍が今や1万人にも届こうという勢いです。皆メアリー様に命を捧げる覚悟でございます。我々に恐れをなしたロンドンの貴族たちは次々にジョン・ダドリーの元を去っていると聞きます。ただ肝心の枢密院は今なおジェーン・グレイを支持しております。このまま進めば血生臭い戦闘は避けられないでしょう。望むところです。メアリー様、これまで静観していたエリザベス様がついにメアリー様の支持を表明されました。これを受け枢密院は前言を撤回。メアリー様を正当な女王と認め、ジェーン・グレイは退位させられました。こちらへ向かっていたジョン・ダドリーの軍は退却。我々の勝利です、女王陛下。女王として命じます。反逆者を一人残らず拘束しなさい。
女王陛下、ジョン・ダドリーが恩赦を求めております。回収するから許してほしいと。あの男は悪魔に魅入られています。魂を浄化するには死しかありません。処刑しなさい。ジェーン・グレイはどうなさいますか？生かしておいては危険かと。あの子は操られていただけ。元より野心などないでしょう。処刑はしません。夫と共に幽閉しておきなさい。哀れな子。ジェーン・グレイ、9日間の女王。なんだか不憫ね。でも処刑されなくてほっとしたわ。そうですね。女王となったメアリーは、イングランドをカトリックの国へ戻すことに力を注ぎます。教皇庁との関係は修復され、プロテスタントは居場所を失っていきました。そして半年後、プロテスタントにとって最悪のニュースが舞い込みます。メアリーがスペインの皇太子であるフェリペと婚約したのです。スペインは母親の祖国、そしてカトリック大国です。二人が結婚すれば、イングランドのカトリック化は一気に加速します。ですがプロテスタントたちも黙ってはいませんでした。メアリー一世を大位に追い込み、プロテスタントであるエリザベスの擁立を目論んだのです。そして彼らは大規模な反乱を画策します。ところが、計画は王室に筒抜けでした。反乱のほとんどが未遂に終わり、多くの逮捕者を出して鎮圧されたのです。エリザベスを捕らえなさい。とおっしゃいますと。反乱はあの子が企てたものに違いないわ。ロンドン島に幽閉しなさい。ジェーン・グレイはいかがいたしましょう。反乱には彼女の父親も加わっておりました。危険な存在です。あの子に伝えて、信仰を捨てれば命までは奪わないと。もし拒否するようなら、その時は死を。それでジェーンはどうなったの？もちろん回収したのよね。命が助かるなら安いもんじゃない？いいえ、それは現代に生きる私たちの感覚でしかありません。ジェーン・グレイは最後までプロテスタントとしての誇りを捨てませんでした。1554年、メアリーはフェリペと結婚。37歳のメアリーにとって世継ぎを残すための時間は限られていました。一方、スペインの後ろ盾を得たメアリーはプロテスタントの根絶を目指します。そしてついに彼女は非常な決断を下しました。あなたたちの魂を救いましょう。カトリックに改宗しない者は容赦なく処刑されました。その数は280人にも及んだそうです。獄中死も含めると死者の数はさらに膨れ上がるでしょう。いつしか人々は彼女を血まみれのメアリーと呼ぶようになりました。悔い改めなさい。宗教は人を救うものだと思っていたわ。残念ながら、こうしている今も宗教対立によって多くの命が失われているのが現状です。では、ブラッディ・メアリーの最後をお話ししましょう。
妊娠したんだわ。私の後継者。おめでとうございます、メアリー様。女王陛下、誠に申し上げにくいのですが、お腹に子は宿されておりません。そんなはずはないわ。お腹も大きくなっているのよ。その膨らみは何らかの病を抱えているものと思われます。陛下、そろそろ継承者をお決めいただかなければなりません。エリザベス様を指名されるのが最善かと。お黙りなさい。母を不幸にした女の娘に玉座を与えるつもりはありません。その名を二度と口にしないで。その後もメアリーが子を授かることはありませんでした。フェリペは国王となるためにスペインに戻り、ロンドンに戻ることはほとんどありませんでした。やがてメアリーは著しく体調を崩し、一日のほとんどをベッドの上で過ごすようになります。卵巣に腫瘍ができていたそうです。女王としての責務と権限に基づき、エリザベスの王位継承権を認めます。イングランドの未来を妹に託しましょう。それから間もなく、メアリーはこの世を去りました。42歳でした。メアリー一世のお話はこれでおしまいです。ねえねえ、一つ気になるんだけど、メアリーはイングランドをカトリックに戻したのよね。でもエリザベスはプロテスタントでしょ。その通りです。また争いを繰り返すってこと？いい質問ですね。エリザベスはとても賢い女王でした。続きはいずれまた。